前回は液体クーラー関連のまったり回だったな。相当に薄味だったわね。今回はかなりの濃いめなので期待してください。胸焼け注意。原油たまりを一つ、見つけたっけな。これで一応、原油の源泉は手に入ったわね。あとは水源なんだけどな。廃菌の犠牲者も出たっけね。こればっかりはどもならん。マスクつけても良いけど、ノーガード戦法でいこう。そんなわけで今回も行ってみよう。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回は液体クーラー部屋の熱問題からスタートです。かなり、冷えてきたよな。そうね、ボート4本も植えてるからね。マジでウィーズボートはありがたい。これがないとコロニーが滅ぶ。ボート縛りって地味だけど好きそうね。熱レイヤーでこれだもんな。当初、真っ赤っかだったとは思えん。現実でこれに近い植物っているんかね。聞いたことないわね。そもそも熱を取り込んでも蓄熱にしかならないだろうし。一応、葉っぱの裏側から蒸気を出すので、気化熱で周囲の温度に変化はあるらしいけども。植物は偉大ねー。唯一無二の存在だからな。あれだけもめにもめたどんぐりが順調に増えております。こんなのってないよ。情報がなさすぎる。散々、騒ぎ散らかしてこのありさま。ピップの互換性とは何だったのか。まだ観察を続けていますが、脱出ピップの方では今まで通り、全くどんぐりが出ていません。掘り出してくれているのは元のピップくんです。以前のサムネで私のせいじゃないわとか言ってたけど結局、あいつのせいじゃねえか。まあ仕様のせいというか、なんというか、責任の所在は不透明ね。政治家みたいなこと言い出した。でもこれって注意喚起が必要な案件じゃないの？こまごました発見や、実験結果をまとめた動画を作っても良いかもな。脱初心者講座ってとこかしらね。そういうネタでもないとやってられん。うちの動画が検索に引っかかってくれるかどうかはかなり怪しいが。でも実際に、液化メタンとかどんぐりとか、隊員の耐久度とか見たことない情報ではあるからね。公開する意義はあるかもな。熱水間欠泉の左、火星バイオームの気体を宇宙へ放しています。吸った気体をそのまま排気口へ。こんな直結配管なんかやったことないぞ。視聴者様でもないでしょうね。乱暴すぎる。塩素も水素もボイのボイ。なんなら水素は誘導して自動でボイ。つうかマジで宇宙が近いんだよね。こんなだっけか？わからん。もし機会があれば第2シーズンで検証しましょう。画面に映っている水素も自動で宇宙へボイしてます。仮想からも宇宙に繋がってたら便利なんだけどね。ニュートロニウムで覆われてるからな。原油層の探索に動きがありました。二つ目の原油たまりを発見です。現状、かなり東、ニュートロニウムの壁の手前に一つ発見してただけだったわね。アプローチからは近い位置だと言えると思う。メインになる可能性があるわけか。どうかな。水源次第だとは思うけども。今のところ、水源候補は海洋バイオームの熱塩水間欠泉ね。スリックスターの湯たんぽになってるやつだな。前にも触れたけども、あれは引っ張りたくないのよね。配管がとっちらかるのが丸見えだからな。配管のポータルみたいなのがあると楽なんだけどね。それはかなりのチートだな。モッドで探せばあるかも。ヘドロ対戦が完結待ったなしです。ここが終わっても熱水間欠泉の左があるんだけどな。ヘドロに次ぐヘドロ。ドロヘドロか。餃子が食べたくなるからやめろ。大葉餃子が良いな。ミートパイでも良いぞ。しかしヘドロの掘削と浄化が順調です。桃50トンほどまで回復しています。だが破壊的な資源だからな。いずれは枯渇するぞ。文字体はもはや減る要素がないけども、むしろヘドロの方が貴重かもね。とはいえ蒸発しないと保存もできないから厄介だ。うまいことできてるわね。しかし酸素の供給源を切り替えられたのは大きいな。熱水間欠泉に感謝ね。あれが寒冷バイオームに出たのが大きかった。ぬるゲーレベルなんでしょうね。このシート。視聴者様の意見を総合するとそうなるな。大多数の方がぬるゲと指摘してるからね。ここに来て冷却系でも引いたら石が飛んでくるな。おお、怖い怖い。しばらく放置していたパフの厩舎ですが、順調に増えているようです。むしろ手狭になってる感。意外と増えるんだよな、パフ族。以前に飼っていた際も手に負えないレベルだったような。まあヘドロの産出に期待だな。それにしても厩舎って統合できないのかしらね。以前にはまとめたこともあったけども。相性もあるでしょうから、難しいんでしょうね。どうかな、今回なら紙と同居させるのは面白そうだけど。厩舎のサイズと過密が問題になりそうね。そこをなんとかできれば効率化できそうだけどな。もっとレベルの話になりそうね。またしても原油たまりを発見です。場所は先ほどの原油たまりの少し西。1の X 座標はほぼ一致です。これはもはやまとめて扱えと言われている感がすごいぞ。とはいえ天然ガス問題もあるし、電源の確保もいるし、忙しくはなるだろうけど、資源が豊富なのは良いことだ。発電自体は天然ガスでいけないかね？給気ポンプの電源がいるぞ。溢れる熱を使って蒸気タービンでも回そうか？ここまでのドタバタを見る限りあまりやりたくはないな。とはいえ電源元なんて限られてるからね。地熱を利用するかな。この辺りはカンニングなしでやってます。どうなるか交互期待。原油層にてさらに間欠泉を発見。出るわ出るわ。最下層は多いのかね？明らかに多いわね。表層に比べると段違いなレベル。もう少しばらけてくれてると良いんだけど。あとは中身次第ね。
どうせ熱系でしょうけども。散々、熱系が出たからな。もはや期待も難しい。熱系が出て当然って意見が多いし、確率的には正解なんでしょうけども。さて、開封をお願いしておくけども。何が出るかな。水源だと助かるけどね。原油たまりに引っ張るってか。現地調達よ。そううまくはいかんだろ。かなりヤバいことになりました。うちのコロニーは粘液に覆われたパラダイス、という名前なんですが、どっかでネタに使おうと思っていましたが、それどころではないです。名前通りの展開になりつつあります。ここです。ご覧ください。場所的には原油たまりにこの真上ですが、蒸気噴出口がありました。ぬるゲーすぎる。怒られるぞこんなの。あまりのことに動揺しています。噴出量やもろもろ、調べないと使えるかどうかわかりませんが、少なくとも原油たまりの水源の候補が増えたことになります。どうなってるんだこのコロニー。反ピー噴散機だけでも脅威なのに、雪塩水まで出てるからな。言っておきますがマジで仕込んでないです。通過仕込めるならやり方を知りたいレベルだ。しかしどうしたもんかねこれ。原油たまりに突っ込む水の温度はあまり気にしなくて良いはずだから、このまま無加工で良いのでは？気になるとしたら気化によるパイプの破断くらいかしらね。周辺温度が高いからな。断熱パイプでも少し怖いな。とはいえ冷やすってわけにも。冒頭野生化して固定してみようか。しかしまずいなこれは。実況の概念が壊れる。まあこれ以上の幸運はないでしょうよ。だと思うがな。かなり久々に研究項目を見ていたんですが、色々と増えてました。なんじゃこりゃ。以前から指摘されていた規格チューナーも来てました。どっかの更新タイミングで来たんかね？そうじゃないかな。以前見た時には見当たらなかったし、美食の追求とバルブ小型化の奥に項目自体が増えてるな。なんだこりゃ。海外の域にも載ってない。ブラックワックスがどうとか生き物がどうとか言ってるな。他にもブリーチストーンホッパーとかってるわ。金と塩で漂白石を作る？食料の再利用も増えてる。どういうこっちゃ？何かあったっけ？わからん。しばらく更新の情報も見てないし、空中用捕獲器も増えてる。これ動画1本撮れるぞ。やった方が良さそうな気がする。みんなに情報の開示が必要だと思うわ。次回の動画で検討しておきます。もし紹介だけの動画になったらすまそん。なんで海外ウィキが動いてないんだろう。更新履歴を見てきた。23年の8月3日。こいつか？プスプス脳からミルクを絞る？ああ。脳のミルクから作るこのプラスチウムってなんだ？溶融点1800度？騒がしくなってきたなこりゃ。なんじゃこりゃ？早速のフラグ回収です。とんでもないことになりました。よくある YouTuber の大変じゃないのに大変なことに、とかじゃないです。驚いた。こんなのが埋まってるとは。どうしてこうなった？こっちが聞きてえよ。どうすんのこれ。あまり有効ではないらしいけども。前回の謎の間欠泉の正体が割れたのですが、熱された二酸化炭素とか言ってますけど、マイナス55度の液化状態らしいです。雪塩水どころじゃないわよこれ。そんなこと言われてもな。一旦、状況を整理しましょう。頼む。頭が痛くなってきた。これが現在のマップです。原油層に限って間欠泉を書き込みます。ダメだろこんなの。蒸気噴出口はともかくとして、液化二酸化炭素がやばい。石を投げられるかもしれん。言うても何もしてないし。とはいえ微妙らしいんだが。しかも今、掘っているヘドロバイオームからのアプローチが近いのもやばい。経路を分断すればスーツドッグを増やして対応できるしな。結構、でかいものを引き当てた感がすごい。しかしすぐに固体化するらしいが。固体化、それは確かに微妙そう。しかも二酸化炭素の元だからな。どうしたもんかな。一応の冷却手段として押さえておこう。それが良いでしょうね。開封も慎重に。下手は打てないな。実際問題、どうすんのこれ。蒸気の冷却に使うか？もったいなくない？冷却手段はあって困らんから、使う時に考えようぜ。何かもう色々と掘り当てすぎた。しかし驚きね。右の天然ガスを引いただけでもやばいのに。シードを出せって言われたら検討します。また買ったな風呂入ってくるとか言われるわねこれ。コメント欄の炎上が目に見えるようだ。不正行為だって怒られそう。繰り返しますけどマジで仕込んでないです。多分もう誰も信じてないわよ。少し泣く。いや、かなり泣く。第35回にして存続の危機とは、初心者用の惑星としてシードを公開した方が良いかもな。ああ、動画を上げるのに気が重い。なんだろなこの罪の意識。もう閉めちゃおう。それが良いと思う。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。